はい、ブリックです。皆さん、お久しぶりでございます。今回からですね、私がですね、ちょっとナレーションというか解説、声で入れてですね、ご紹介していこうかなと思います。今回ね、タイミングベルトの交換をしたいと思います。はい。でですね、その経緯に至ったのは、今回ね、ベルトがですね、V ベルトがですね、走行中、切れてしまっていてですね、少し、気づかないうちにですね、1本切れてたと。で、もう1本の方がですね、よじれてですね、なんとかですね、戻ってこれたんですが、本当にね、V ベルト切れるだけで一気に水温が上がったりとかね、しますので、非常に不具合が生じることになります。今回はですね、そのついでと言ってはなんですが、もうだいぶ年月も経ってたので、タイベルを交換するというような形ですね。はい。で、まずはですね、このファンですね、を外しております。このファンがですね、結構ね、シュラウドがあるがためになかなか手強くて面倒なんですが、このような形でこそっとまず取れてきました。これをまず外しますね。はい。この古いね、エンジンらしいこの、ファンがですね、入ってますね。この辺も後で掃除したいと思いますが、このような形で、ガタもなく、一応ね、外れます。で、シュラウドですね。このファンシュラウドも上のボルトを外せば、下で爪で引っかかってますので、このような形で上にごそっと抜けるような構造ですね。ちょっとラジエーターホースが邪魔になりますけど、ぐっと引っ張れば取れます。はい。割れもなくですね、この、シュラウドも、はい。掃除してあげればね、再利用できると思いますね、まだまだ。はい、このような形。で、それを外すとですね、普段見えないこのラジエーターの、内側が出てきましたね。はい。思ったよりもね、綺麗な状態でしたね。3層コアのラジエーターなんですけどね、若干こう、ゴミはあるんですけど、後でですね、綺麗にしてあげようということで、処理をしております。散水してですね、綺麗にしてあげたらいいと思います。はい。でですね、このタイベル交換なので、このベルトカバーを外していきますね。大小のボルトがありますので、このような形でソケットで、ちょっと奥まってますのでね、ソケットを使って外していきます。何個かありますね。サイズ違いで。で、上の方の、ヘッドカバー側にもですね、ビスが、ブラスドライバーで外せれるビスがありますので、これを外すということです。これを忘れてね、こうベコッとやったら割れたりしちゃいますのでね。はい、このような形で外れました。はい、アジャスタブルカムギアついてますからね、ちょっと穴開けてますけど、それは気にしないでくださいね。はい。でですね、この SST が必要になります。これはクランクプーリーの、ボルトですね。これを外す必要があるので、これで共回りを防いで、しっかりボルトにテンションをかける、トルクをかけることができるツールになりますね。はい。このような形で、クランクプーリーの中側にあるサービスホールに爪をかましてですね。で、上側は、このベルトのテンショナーですね。テンショナーのところにボルト締めをして固定して、このような形になります。これでしっかりとですね、プーリーが回転をしないようになります。はい。これがないとですね、共回りしてしまいますし、全くトルクがかけれないんですよね。はい。で、長いですね、このようなスピナーハンドルで、しっかりとトルクをかけて外します。ボルトですね。結構高トルクですので、ぐっと思いっきりいかないと難しいですね。この辺も普通のレンチでは難しいですね。スピナーハンドルの長いもので、ぐっと、しっかりと力を入れて、はい、外せましたね。はい。はい、このような形でボルトが取れます。これだけのために一応ね、SST が必要なんですよね。これも純正のボルボでも使われてた設計の形のものだったと思います。販売はされてなかったということですが、
これはね、海外の IPD っていうところで昔買いましたけどね。はい、このような極太のボルトが出てまいりますね。で、クランクプーリーがこのような形でフリーになって外れます。はい。はい、ベルトがね、かかってますが、エアコンの方ですね、コンプレッサーの方のベルトがかかってますが、このような形で取れます。はい。まあ、このクランクプーリーね、本当にしっかりとした重たいパーツなんですけども、まあ、この間にですね、センターの部分と、周囲の間にですね、ダンパーのゴムがかまされてるんですよね。でこのダンパーゴムが、亀裂が入ったり、ひび割れて、まあ、寿命が来てしまうんですよね。なので、このクランクプーリーも交換ができるのであればしてあげた方が絶対いいっていうパーツにはなりますね。で、下側のですね、このタイベルの、下側のカバーも外していきます。これもボルト締めされてるので外します。はい。こんな形ですね。で、まあ、このクランクプーリーのシャフトのね、シールからですね、若干オイルにじみが出てますので、これ、まあ、ね、240大体ね、にじんだりしてます。長い年式のね、長く乗られたものはね、綺麗にしたいと思います。で、このようなシムがあったりとかですね、ギアがあったりとか外していきます。でですね、このベルトを外すにあたってですね、このベルトのテンショナーがあるんですね、ここに。ベルトテンショナー。カムギアの下の部分ですね。で、ここにですね、ボルトのところに穴がありますので、それにぐっと力を入れた状態で、ドライバーなり、こういう鉄のですね、穴に合う棒をですね、差し込んで、テンションを緩めた状態にしておくと。この状態でベルトがスルッと抜けるようになります。はい。このテンションを緩めないとベルトは外れないですね。ピシッと、しっかりと、テンションがかかってますのでね。テンショナーの部分から徐々に、はい、外していきます。はい。外れましたね。古いやつ。まあ、状態そんなにね、悪くはなかったと思うんですけど、はい、これで、外れました。で、カバーはね、このような形でちょっとシリコンの、スプレーでですね、泡洗浄しておきます。まあ、こうすることで、まあ、またね、オイル漏れとか、そういった変化とかね、次、タイベル交換した時に分かりますからね、状況が分かりやすくなるように、しっかりと、まあ、カバー自体の保護もありますね。掃除できるときはしておこうということでしておきます。はい。で、まあ、シャフト側ですね、このクランクプーリーのシャフト側も、受けの部分ね、オイルが滲んで結構汚くなってますので、しっかりと、洗浄してあげました。で、シャフトの部分ですね、このネジ穴とかに若干ね、オイルをグリースをちょっと、なじませてやります。はい。ギアの方もね、ちょっとつけます。まあ、ギアはですね、まあ、ベルトがですね、接触する部分はしっかり拭いて、油分が、必要以上に残らないように、きれいにしておきます。その方がいいですね。まあ、せっかくね、外れた部分、金属ですので、錆が出ないように、しっかりきれいに清掃して、またインストールしていくというような形ですね。はい。で、新しいベルトを装着していくんですけど、まあ、このギアがね、大まかに3つ、一番上のカムギアとインターミディエイトギア、真ん中ですね。で、一番下のクランクプーリーのギアっていうのがあります。そのあたりを、タイミングをしっかりとですね、ポイントに合わせた状態で、合わせてベルトをかけていかないといけません。まあ、これが、ね、一番重要な要となる部分なので、ここを失敗するとですね、まあ、240はね、基本的には、タイミングがずれてもですね、ピストンをね、打ったりしないんですけども、まあ、ここがね、ずれると調子が非常に良くないので、必ずしっかりと3点のタイミングをしっかり合わせた状態で
ベルトを装着しないといけません。で、テンションをですね、まず確認する前に、テンションをこのドライバーを抜いてかけてあげます。しっかりとテンションかかった状態にして、ベルトの張りを見て、で、チェックしていきますね。はい。テンショナーのボルトも締めておきます。はい。で、上からですね、カムギアの部分ですね。このベルトカバーのですね、タイミングベルトカバーの向こう側にチョボがあるんですね。ちょっと見にくいんですけども、小さな点みたいなチョボがあります。それに合わせます。で、インターミディエイトのギアも右側の部分ですね。向かって右側のところに切り欠きがあるので、それにギアと合わせます。ギアの印と合わせる。で、クランクプーリーの部分も、この11時50分ぐらいかな、の位置にスリットの突起があるので、それと、ギアのマークを合わせるというようなことで、しっかりと合わせていきます。はい。それで、カムギアがですね、一周して、また3点同じ位置にしっかり戻っていれば問題ないので、それも、レンチを使って確認をしてくださいね。はい。で、しっかりね、3点が、タイミングが合ってる状態で、このクランクブーリーを戻していきます。はい。で、最後ね、クランクブーリーしっかりまた、締めないといけないので、またですね、この SST の特殊ツールが必要になりますので、同じ要領でテンショナーのボルトのところにしっかり固定をして、下はクランクプーリーのサービスホールに爪をしっかり入れた状態で固定をします。これが甘いとですね、プーリー側とかですね、SST にダメージを与えたりしますので、トルクがきついですからね、しっかりと噛み合っている状態、固定されているかを確認してトルクをかけていきます。トルク管理はですね、60ニュートンメートルプラス60度の角度締めというのがマニュアル規定だったと思いますので、それに倣ってですね、まずは初期トルクをトルクレンチでしっかりとかけていく作業ですね。はい。でですね、その後ですね、角度締めなんですけど、ボルトですね、クランクプーリーのボルトのところのマーキングとクランクプーリー側ですね、の、マーキングを60度の位置で合わせてですね、で、このようなロングスピナーのですね、しっかりトルクがかけられる、もので全体重を乗せてしっかりとかけていくと。はい、こんな感じですね。で、あとはですね、外した通りに、組み上げていきます。今回ね、V ベルトはまた別の動画でちょっとまとめたいと思いますので、今回はタイミングベルト部分だけでこの動画として、まとめております。はい。はい。ちょっとね、タイミングベルト交換っていうのはなかなかね、ちょっとこう、骨折るんですけども、ぜひね、挑戦していただけたらと思いますね。はい。またね、ご視聴いただきたいと思います。ありがとうございます。